こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さてまずは、ニコ動のカテゴリーの件ですが、やはり今回からゲームカテゴリーに戻しました。混乱させてすみません。2話にわたっていただいたコメントでは、カテゴリー移動に違和感を持たれたご意見の方が多く、私が疎かったようです。さて、前回は3カ所目のネザー要塞でようやくネザーウォートをゲットしました。苦節1年3ヶ月ね。まあでも、その1年3ヶ月もの間のプレイのほとんどは結構忘れているので、あまり苦節という感覚がありません。それは良かったわね。ともかくせっかく手にしたネザーウォートですので、これは死んでも守らねばなりません。身を挺してという発想のかけらもない守り方ね。さて、地図を見てみたものの、北がどっちだかわからないのであまり意味がありません。無論手持ちのネザーラックを置けばわかりますが、ともかくネザー要塞から抜けられれば十分で、ちょっとさまよっています。さっきどこから入ってきたか覚えてないの？まあいざとなったらネザー要塞をぶち抜いたらいいと思っていたので、ルートはあまり気にしていなかったです。なお昔は壁をぶち抜くともったいない感がありましたが、もはや一瞬戸惑うだけです。うおーしもたこっちは罠でした。インベントリの天敵です。トラップチェストです。それは別物よ。それにしても、なぜこういう時に限ってネザーウォートが入っているのでしょうか。さっき手にしたばかりだからよ。北は左。今は東に向かってしまっているようです。ネザーゲートと逆方向ね。まあもうチェスト見つけたくないのでこのまま突っ切ります。で、外に出たばかりのところで、ネザー水晶をかき集めていたのですが、またこんなこともあろうかと火炎耐性チェストプレートが役に立ってしまいました。何をやっているんだか。それにしても、この燃え加減は火力が強そうで結構好きだったりします。可燃ゴミの日に出すべきね。いや多分サイズが大きいので粗大ゴミ、じゃなくて根本的に違います。さてそれから2分ほど経過したところで、チキンジョッキーが近くにいるようです。まあもう散々過去に見てきたのでレアというほどでもないですが、ネザー要塞からゲートの反対側に出てしまったのは、この出会いのためだったのでしょう。つまり、ミスしたら何かで取り返して納得したくなる心情ね。それにしてもこのネザーで、鶏がスポーンしても良いものでしょうか。餌になりそうな穀物は一切生えていないし、ちょっとサバイバーすぎるわね。となると、主食はゾンビピッグマンが持っている食用の菌でしょうか。さて、溶岩海で阻まれて、なかなか西に抜けるルートが見つからなくてさまよっているところですが、前回獲得しすぎて名誉が高まってしまったので、ここらで汚名挽回したいガスト戦です。名誉挽回の間違いではないのね。この距離ならまず当たりません。なんかいつもの倒した声と違うし、ガストの身に何があったのでしょうか。結局汚名挽回できたの？さてさらに2分経過して、溶岩海がどうにも越えられません。もうここはネザー要塞をくり抜いていこうと思います。あれ？ひょっとしてこのネザー要塞は広い？今まで見つけた3カ所のネザー要塞で、一番ウィザスケの頭集めに向いているかもしれません。ちょっと距離があるのが難点ね。さらに1分ほどくり抜いて進んでも、どうやら溶岩の海はまだ越えていないようです。そしてさらにくり抜いて、ようやく見覚えのある場所が見えました。最初に入ってきた細い陸地ね。まあ穴だらけのネザー要塞になってしまいましたが、多分ここには二度と戻ってこないので問題ありません。つまり戻ってくるのね。いや本当に戻らないと思います。こんなところにまた来たら、馬鎧レースが進展しそうで心配ですから。さて、ここで現状把握です。すでにネザー水晶鉱石は17スタック集まっております。地図をくるっと回ろうと思っていましたが、
もうネザーゲートまで最短コースで戻っても鉱石は十分集まりそうです。直線なら2キロくらいかしらね。要チェッカイ。いつの間に接近された？それにしても、なかなか真の私の弓の腕を見せるチャンスに恵まれないのが悩みどころです。しかも、ガストの涙がまた手に入らないし。でも火薬はきっちり拾うのね。TNT が爆発した時に役立ちますから。で、そこから1分進んだところです。なんか違う、絶対違う。もう謙遜にしか聞こえないわよ。さてさらに先に進んで、溶岩海の脇のすり抜けにかかっていたところです。ここからは上側に掘るので、溶岩をやや警戒し始めます。案の定です。警戒してたおかげで焦らずに、素早く埋め剤を使うことができました。手遅れだったけどね。さて、やはりネザーで地面を進むのは結構大変なので、ここらでネザーラックを突き進み、一気に距離を稼ぐ作戦に出ます。今ちらっと溶岩の雫が見えたわね。おかげで割と警戒せずに突き進めるんです。もう少しで探索済エリアに入れそうです。で、ここに来て、今回のネザー探索ではマグマキューブに初遭遇です。そういえば見かけていなかったわね。確かマグマクリームは多少備蓄があったので、あえてドロップ品を拾う必要はなさそうで。その1分後、ついにチャンス到来です。でも近くにゾンビピッグマンがいるので手こずるとちょっと怖いところも。爆撃受けてびっくりして矢を撃ったら当たってたようです。それにしてもギリギリ挟み撃ちは避けられたようですが。そこのけゾンビピッグマン。やばい、もう逃げます。ひたすら逃げます。敵対になったかしらね。条件は未だによくわからなくて、十分距離取ってから確認します。と思ったらそんな余裕もありません。というか、最初からガスと相手せずに逃げていればよかったです。さて、そしてようやく探索済エリアに戻ってこれました。ここまで戻ればネザーゲートまで、溶岩海などで阻まれないルートがあるのは確実です。まずまずサクサク進めるってことね。そしてそこから7分ほど進んだところで、今めっちゃ向こうのゾンビピッグマンに矢が当たったような気がするのですが、まあ確認には及びません。そして、ようやく丸石の目印のところまで戻ってきました。あとは丸石沿いに進むだけです。そして、何度か危ない目に遭いそうになりましたが、ここまで戻ればもう余裕だったはずが危ない目に遭いました。なんで穴の底に溶岩海が見えてないのよ。それが見えるのは通路のもう少し先なんです。で、さすがに疲れていたので、ネザーの地図をチェストにしまうことはすっかりと忘れて、通常世界に直帰です。そして若干のラグさんにより、危うく再びネザーに行きそうになりました。そしたらチェストに地図をしまえたわね。さて、ややいつもより短いですが、今回はここまでとなります。次回はネザー水晶系の建築材のクラフトと、後村の湧き潰しを行って、時間が余れば建築ターンに進もうかと思います。さて最後に打足ながら、例の真似動画の件に関しお知らせしたいことがございます。動画末尾に文章を挿入しておりますので、ご興味のない方は次回パート表示までをご覧ください。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。